三国志における慶州の名軍師、徐書。徐玄直に比べられている日本の戦国武将は、竹中半兵衛。竹中半兵衛重治です。こんにちは。筆案フラフラ祭と申します。このチャンネルでは、江戸時代後期の書籍、英傑三国志伝を紹介しています。これは絵本体後期と通俗三国志を比較した書籍です。三国志演義では多くの軍師や策士が登場します。翻って日本では軍師に位置づけられる職がなかったのか稀だったのか、軍師的な人物がそれほど見当たりません。絵本体後期に限らず現代の戦国小説を読んでも、信長や秀吉、真田幸村など武将自らが策を巡らす場面が多い印象です。とはいえ、何人かの軍略に長けた知謀の師といえる人物を挙げるとすると、黒田官兵衛、竹中半兵衛、山本勘助の3名ではないでしょうか。今回は竹中半兵衛が英傑三国志伝において蜀の序書に例えられているお話です。本文をそのまま読み上げてみましょう。竹中半兵衛重治。農州斎藤家の帰化の坊師、斎藤達興が不動を疎み、身を山林に退院す。織田信長その軍術に秀で地七分もの亡きを聞き、木下藤吉郎に命じてこれを解かしむ。その口論に服し、いでて秀吉を助けて右翼たり、病に臨み工事を示す。三国の時、徐書、見退くに臨みて、孔明宝刀の二人を玄徳に進めしに必す。これを現代語に跳訳すると次のような内容になります。竹中半兵衛は美濃の斎藤家に仕えた非常に優れた軍略家でした。ところが主君の斎藤達興があまりにも道理に反する振る舞いを続けたため嫌気がさし、すべてを捨てて山にこもってしまいます。その後、織田信長は隠遁している半兵衛が軍の際にも知恵にもずば抜けているという評判を耳にします。信長は家来の木下藤吉郎、つまり豊臣秀吉にどうにかして彼を説得してこいと命じました。藤吉郎は彼のもとに赴き、熱心に語りかけます。世の中を良くするにはどうするべきか、君主の振る舞いとは何か。そうした言葉に心を動かされて、軍師は山を降りる決意をします。そして藤吉郎のもとに加わり、まさに翼となり腕となって、その後の秀吉の飛躍を大いに支えました。やがて病に倒れた彼は自分の死期を悟り、後のことを藤吉郎に託します。その姿はまるで三国志の序書が劉備のもとを離れるときに諸葛孔明と宝刀の2人を進めたという有名な話を思わせるものでした。といったところでしょう。さて、ここがなぞらえになっているとすると、序書が諸葛亮を紹介したように、半兵衛は自分を超える軍略家を秀吉に伝えていなければなりません。果たして日本の戦国時代において諸葛亮に例えられる人物は誰なのか。おそらくそれは黒田官兵衛であろうと私は想像します。想像と言っている理由は、英傑三国志伝では黒田官兵衛も諸葛亮も登場しないからなのです。しかしむしろこの2人とも登場しないというところから、言わなくても分かりますよねというメッセージが伝わってくる気がします。他にもおそらく政治的な理由で、つまり禁書にならないために英傑三国志伝で描かれなかった人物が何人かいます。例えば英傑三国志伝には司馬懿が登場しません。司馬懿といえば後漢末期の騒乱に始まる三国時代を終わらせ、中国を再統一した功労者です。三国志演義でも大活躍の人物。しかし諸葛亮同様登場しません。それは司馬懿を想像させる人物がおそらく徳川家康だからです。徳川家康といえば日本の戦国期を最終的に終わらせ再統一した人物です。織田信長が曹操であれば、当然徳川家康は司馬懿でしょう。同様の推察を続けるとすると、序書が慶州の劉表に気骨がないことにがっかりしていたのと、対比されているのが斎藤達興ということですから、つまり劉表が斎藤達興になぞらえられていると想像してよいでしょう。もっとも慶州の劉表という人物は
天下を狙う気骨はないかもしれないが、非道な人物だったという感じはしません。むしろ立派な地方領主という印象があります。しかし、なぞらえられている一方の斎藤達興については、かなり暗愚で悪評高い人物として記録されているようです。また、序書は劉氷の元を離れるだけですが、竹中半兵衛はクーデターを起こして斎藤達興を追い払っています。この辺り、序書はかなり内向きな性格で描かれますが、竹中半兵衛はなかなか派手な人物ですね。とにもかくにも、三国時代に劉備が序書や諸葛亮の助けを得て天下を目指すごとく、竹中半兵衛や黒田官兵衛を得た秀吉は天下への道を歩むのでした。さて、軍師軍略家が登場したので、次回も諸葛亮と並び称されたあの人物、法皇の雛に目を向けたいと思います。それは次回の講釈。お楽しみに。フラフラ祭でした。